よろしくどうぞお願いします。いつも言いましたね。私たちは本当に気がついてないんだけど、永遠を生きてる素晴らしい存在ですね。で、一人言うと時間と空間がない。時間と空間と働きっていうのは生命の連続性。私は命、意識って言ってるんですけど、意識の連続性、また難しいですね。こう言うと。で、これを私の言葉で言うと、知恵と慈しみの生き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 した私たちみんなのこれからの体験を作る今の働きなんですよ。この今、私たちの体験を作っているんですね。私たちはそれを自分を通して体験してるだけです。だけっていうか、ものすごいこと、ものすごい喜びなんですね。ですから私は例えば今日もご質問があったんですけどね、お金についてお話ししてくださいっていうの、面白い話したい、こういうことですね。で、お金というのは私たちのお金がね、世の中へ通貨と言いますけど、皆さんがお金について体験するようになったのはもうあんまり古い話ではないですよね。ただ皆さんはお金というのを持ってみると、お金が欲しい、お金があれば何でもできるという考え方になるわけですね。そうですよ、その通りだと思います。でも今度はお金のために何かをするというとちょっと違うねというんですね。私人生人生相談を承ってますけどね、私のレベルじゃない人生相談いっぱいあるですよ。何億円何十億何百億円っていう人生相談があるんですね。これなんかでも私面白がってその話に載ってるんですけれどね。で、福田貴則、例えばお金いっぱい持ってるという体験をしたらどうって言うんですけど、実はね、私全く興味がないんですよ。私の興味の的はね、いかに自分が皆さんのお役に立つかだけです。ものすごいお役に立ったら立ってますよ。ものすごいお役に立ってます。私の人生万々歳なんだね。だから私自身はお金を儲けようとする気がないかな。で、何かというとね、ケイシーのリーディングでお金のことを言ってる、この話もしたことがあると思う。お金は追いかけるもんではない、ついてこさせるものである、こういうわけですね。ですから私がお金いらないと言ってるんではない。ただ私はこのことで世界中の人たちの心身を健康にするぞと、これが私の人生の目的ですからね。このことでって言ってそれが物質的なことになったら、例えば今日実は日々の健康法という本を500冊頼んだんですよね。あの本すごいよっていうの。例えば私言うんですけど、読む本じゃなくてあれタッチする本。実は私500冊注文しましたけれども、私最近読んでないし何書いてあるか知らないんですね。自分が書いたんですよ。書いたんだけど知らない。ただ言えるのはもうね、500冊にあってものすごく手元に入ってくるっていうのはものすごく嬉しいことですね。なぜかというと本本当に皆さんのお役に立ちますよ。読まなくてもいい。私自分で本もう何年も読んでないけれども、で言うの何書いてあるか忘れちゃったね。でも本はものすごく皆さんのお役に立つ、断言できる。持ってるだけでお役に立つ、断言できる。そうですね、もうこの例はいくらでもあるんだけど一つ言いますかね。これはプライベートな問題になるんでね、
ちょっと脚色していきますよ。例えば本自分が元気が出ない人を元気にするのを間違いなく元気にするの読まなくていいんですよ。持ってるだけでタッチという健康法なんですけど、例えば頭にタッチする、それだけでもお役に立つ。鼻椎にタッチする、それでもお役に立つ。はい、鼻椎と頭の間両方にタッチする、それでもお役に立つ。それから自分が元気にしたいところにタッチする、どこでもいいですけど、それでもお役に立つ。はい、そのこと全部一緒くたに含めてお役に立つということですね。で、ある人が要するに人からねこの方はねこういうことかね、いつも人から監視されてるという意識があった。もういつでも人から監視されてる。だから表出るのが大変監視されてるから、それから目覚めるのが大変一晩中監視されてたからというタイプの方なんですね。そういう選択されたんでしょうね。それであの本をタッチするように言いました。はい、そうしましたら3冊あるととてもいいんですね。頭とお尻とやったことありますよね。中にタッチする。その方たちまち元気になって今世界中を旅行してるよ。で感謝の絵はがきをもうね世界中から送ってくれてる。嬉しいね。でその絵はがきなんですけど、絵はがきも感謝の言葉がいっぱい書かれてるということかな。その他にいくらでもあるんですよ。またワンちゃんの話をするとワンちゃん具合悪いとね、うちのワンちゃん具合悪いって言って、もしうちから連絡あったとすると、これうんと簡単。私が忙しくてできなかったらその本をつけて、これ5秒でいいから5秒でワンちゃん楽になるかな。なんだこりゃ、こういう本ですね。で私がタッチっていうのいろんなタッチ言ってますよね。スムーズのタッチ、ウィッチヘーゼルのタッチ、それから手でタッチする左右タッチ、いろんなこと言ってるけど本が一番効くんじゃないかな。それで500冊頼んだということですね。はい、それでお金の話しなきゃいけませんね。お金っていうのは皆さんのこういったね資本主義社会ですと特にそうなんだけれども、お金を使ってもう人のお役に立つすごいことができるわけですよね。それから国も自治体も皆さんの生活のお役に立つためのいろんな設備を用意してくれてる。全部お金かかりますね。ですからそのお金があるということは国にとっても自治体にとってもまた世界の平和にとってもとても大切なことですね。それでそれを実は欲しいと言うんじゃなくて、いっぱいあるから差し上げます。国の維持の差し上げます。それから経済のためにも差し上げます。皆さんのいろんなお役に立つためで差し上げます。皆さんの喜びのために差し上げます。いろんな差し上げ方があると思う。それで人によってはすごいお金が必要な場合もある。でもその必要な場合もちゃんと整理されてて、お金のことについて整理されてて、多くの人がそれを利用してお役に立ってますね。ですから私が日々の健康法を注文しましたよって言って、それなりにお金がかかるわけで、そのお金実はあるんですよ。あるから私何の心配もしてない。これね本だからいいそうでしょうけど、これ授業をやる時もそうですよね。
お金ってあるという立場から出発すると大きな仕事ができる。ないんだけれどもなんとか貯めてというと小さくなると、それだけですよね。大きなお金いっぱいあるから、持ってる人いっぱいいるから、そのお金を使って自分が何か素晴らしいことをやろうとしたら、それ全部整備されてる。自分がそれを選択するだけですからね。ですからお金って追いかける必要がなくて、皆さんのお役に立つこんなでっかいことを多くの人のお役に立つよと言った時に、アイデア工夫チャンスがね、とにかくやってくる。さらに言うとお金もやってきちゃうんだね。私のレベルは小さいですよ。私のレベルはお金を使ってやるレベルじゃなくて、今もそうですけど、こうして皆さんに人間って素晴らしい存在で、ここに生きるだけで多くの人のお役に立ちますよという選択をして、そっちの方が嬉しくてしょうがないから、必要なお金はそれに従ってちゃんと出てきますので、何の心配もしてない。逆なこと言います。健康で生活できるというのはそういうことですね。恐れを持ってたら健康な生活ができない、断言できますね。恐れがないから大きな仕事をしようとしたら、私も恐れなしにやるんじゃないかね。バイタリティがありますからね。こんなことやるといいぞ、これすごいお金がかかりますよと言って喜んでやるね。そうですね。足りません足りません足りませんっていう選択をすると、足らない体験をするだけですよ